どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした30センチキューブ溶岩石レイアウト水槽の動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄の再生リストからぜひ見てやってください。立ち上げ初期にもかかわらず、謎に苔も生えないこの水槽なんですが、実は若干の問題があったりするんです。水草は順調に成長しているんですが、問題とは何なのでしょうか。というわけで今回はその問題に対して切り込みつつ、時間経過による変化をお見せしていきます。それでは早速いつもの超速さらっとおさらいから。注水してから3週間、ミスト式で溶けてしまった水草2種類を追加で植栽し、全てが順調にいっていたところまでが前回までのお話。本当にこの水槽だけは苔が生えず、水替えのたびにしないといけない壁面の苔取りも全く必要ありません。ここまで立ち上げからバランスの取れている水槽は初めてで、立ち上げ初期の苔地獄とは無縁の日々を送っています。やはりガンガン栄養を使う種類の水草をガンガン植えまくったおかげなのでしょうか。もしかするとミスト式を長くやったことで、立ち上げ初期のソイルの栄養が少し抜けていたのもあるかもしれませんね。ミスト式の段階から水草たちも栄養をガンガン吸ってたと思いますし、そんな感じで順調にいっていた3週目から1週間後の4週目の状態がこちら。なんというかだいぶわちゃわちゃしてきました。前景のグロッソはこの通り、密度はだいぶ高くなってきたんですが、前回にも増して徒長気味。せっかく作り込んだ溶岩石の足元も全く見えない状態です。中央に植栽していたものも結構間延びしており、アラグアイやレッドシャープリーフハイグロが消えかけています。ショートヘアグラスは完全に飲み込まれましたね。そしてプレミアムモスはめちゃくちゃいい感じで1段階ボリュームが上がりました。後継のロタラナンセアンはすでに水面に到達しており、緑色だった葉が若干色づき始めてます。中央のミリオフィラムガイアナドワーフは高さこそそこまでではないものの、全体的に広がりながら勢力を拡大してきています。そして2週間前に植栽したロタラワヤナードはというと、こちらも結構順調で、ようやくスイッチが入ってきた感じです。若干ミリオフィラムガイアナドワーフに押され気味ですが、このままいけば茂みになってくれるのではないでしょうか。溶岩石のくぼみに植えていたニューラージパールグラスは、横にしだれるだけにとどまらず、上からも張ってきています。やはりこの水草は強いですね。ロタラワヤナードと一緒に植栽し直したオゴステモンヘルベリーは正直全然動いていなくて、溶けもしないんですが、植えた時からあんまり成長していません。まあ成長が遅いのは管理が楽なんでいいことです。それにしても水面の油膜が汚いですね。そしてここら辺からようやく壁面にうっすらと苔が出始めました。遅いくらいですね。そんな感じでだいぶ水草の調子がいいこの水槽なんですが、さすがにいろんな水草が荒ぶりすぎているので、ここで初のトリミングを行っていきます。毎回トリミングがゴテゴテになって立て直すのに時間がかかる結果になってしまっているので、今回はできるだけ早めを意識しました。まずはロタラナンセアンから。このナンセアン、全体的に成長速度は速い気がするんですが、なんかヒョロヒョロというか密な感じがしないんですよね。組織培養カップ一つ丸々このスペースに植栽しているので、それなりの密度ではあると思うんですが、成長速度が均一じゃないせいか、なんか雑然としています。まあここはまだ一度もトリミングしたことがないのを加味すると当然なんでしょうけど、ここからがっつりトリミングして少しでも茂みにできればと思います。続いてその勢いでミリオフィラムガイアナドワーフもカットします。こちらの水草はどちらかといえばほふく性が高いっぽく、高さは出ない分前や横にせり出して他の水草に影を落としてるんですよね。これはよくある水草からし水草だと思うので、のさばる前にバッサリいきます。こういう広範囲に光を求める水草は本当に危ないです。ある程度トリミングしたらトリミングカスを回収しておきます。
この後、記憶が正しければ差し戻しは行わなかったと思います。なんでかは知りません。そして今回のトリミングの大本命、グロッソスティグマをカットしていきます。今までいろいろグロッソが徒長してしまう理由を考えていたんですが、最終的にトリミングしてないからじゃねってところに行き着きました。実はこの4週間の間に少しずつ光量を上げ、マックスまで上げきっちゃったんですよね。それでもまだ徒長してるんで、これはミスト式特有の水上葉が残ったまま水中葉が展開して間延びするやつかと思ってトリミングを決断したわけです。結構根元まで刈り込むことで高さを抑えつつ、できるだけ報復してくれるように祈ります。あと、中央の道の方は余計光を求めて長くなってたので、アラグアイやレッドシャープリーフハイグロが埋もれないためにもしっかりカットしました。そんな感じでしっかりとグロッソスティグマの刈り込みが終了。カットした全体像はこんな感じ。なかなかバッサリいったのではないでしょうか。先ほどの映像に比べてだいぶ溶岩石の輪郭がはっきりした印象です。近くから見るとグロッソは少し葉は残っているものの、上に伸びていた部分はもろもろカット。なんか右側の方があまり枯れていない気もしますが、まあ誤差です。後継層は思いっきり根元付近でトリミングしたので、途中から植栽したロタラワヤナードとほぼ同じ高さになっています。これで足並みを揃えて成長できるのではないでしょうか。続いて注水から5週間後の状態がこちら。さすがにトリミングから4日ではあまり変化はありませんね。ただトリミングしたおかげかグロッソの先から気泡が上がってて綺麗です。これだけ光合成がされていればバッサリカットした部分も綺麗に元に戻るのではないでしょうか。あとグロッソの高さが低くなったことで中央のアラグアイやレッドシャープリーフハイグロの赤が際立って見えていい感じです。やっぱりアクセントで色を付け足すのは見栄えが良くなりますね。そして相変わらずパレングラスは傾いています。そこからちょっと間が空いて12日後の注水から7週後の映像がこちら。なんかいい感じに色とりどりになってます。前回の映像から引き続きグロッソスティグマは気泡出まくりで綺麗なんですが、何か違いますよね。よりの映像がこちら。思惑通りグロッソスティグマはバッサリトリミングすることで報復してきました。やはり環境さえ整っていればすごいスピードで成長してきますね。初めてグロッソを前傾層として使いましたが、徒長したら根元付近でトリミングすることで張ってくれることが分かったので良かったです。やっぱグロッソが敷き詰まってると見栄えがいい。ただせっかく見えてきていたのにアラグアイやレッドシャープリーフハイグロがまた飲まれかけてます。中継層向きとは聞いていましたが、ここまで高さが出ずに報復するとは思ってませんでした。プレミアムモスはというと、最初に活着させていた頃から見違えて急速に大きくなっています。もともと活着していなかった部分も自主的に溶岩石にくっつきながら広がってくれているので、すごく自然感が出て嬉しいです。これを見て思ったんですが、プレモスは CO2 ガンガン点化すれば水上よりも水中の方が成長早そうですね。また一つお気に入りの水草が増えました。そして全然成長していなかったポコステモンヘルフィリーはというと、割と育ってき始めており、もう枯れることはないと思います。とりあえず苦手意識が植え付けられたまま終わらなくてよかったと思います。続いて後継層なんですが、ロタラワヤナードの茎が赤色になってきました。葉の頭頂部も赤みがかっててびっくりしたんですが、ワヤナードって赤くなるんですね。あまりレイアウトに使ってるとこを見たことがなかったんで新鮮です。そして気づいている方もいると思うんですが、ワヤナードの左隣にいつの間にか赤系水草が植栽されています。こちらはロタラワリッキーなんですが、確か隣の気候石山岳レイアウト水槽でトリミングしたものをもったいないからこっちに差し戻ししたんだと記憶しています。どのタイミングかは忘れましたが、ズボラな自分はこの水槽と同じタイミングで隣もトリミングしてると思うので、12日前なのではないでしょうか。それにしては成長速度が速いですね。ワリッキーはトリミングには弱いけど差し戻し後はすぐに成長するようです。
隣のミリオフィラムガイアナドワーフはドワーフという名前だけあってマトグロスセンセよりも一回り小さい葉が群生してきています。これが求めていた感じなので若干感動しています。中央にガイアナドワーフを植栽したのも茂みを作りつつこの小さい葉が高さを抑えて成長してくれるだろうと期待してたからなんです。ここからどうやって成長するかは分かりませんが、マトグロスセンセよりも扱いやすく小型水槽にも向いているので好きになりました。そしてロタラナンセアンもトリミングしたことによりこんもりしてきました。おまけにロタラワリッキーのように赤みがかってきてて面白いです。頭頂部付近は割と見分けがつくのですが、トリミングしたての新芽とかだと紛らわしいので、カットするときは混ざらないように注意が必要ですね。最後に溶岩石のくぼみのニューラージパールグラスですが、しだれ具合が最高潮に達しており、もう低潮に届きそうです。ただ、どのタイミングでトリミングしていいかがわからず、そのまま放置状態。悪ささえしなければこのままでもいいんですけどね。というわけで初めてのトリミングが終わり、なおも順調なこの水槽。問題だったグロッソスティグマが徒長する問題もカットで解決し、いよいよ全体像が見えてきました。このまま順調にいくかどうかは自分のいつものレイアウト動画を見てもらえればわかると思います。きっと波乱万丈な経過をたどっていくと思うので、続きが気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。